皆さんこんにちは、アンリです。今日は Google の AI 研究のトップであるハサビス氏が AI は2029年に人間並みになる前倒しで宣言し、同日にメタのヤン・ルカン氏が真っ向から反論したという AI 業界トップ2の大論争を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は Google 傘下のディープマインの CEO ハサビス氏が、私たちはシンギュラリティ、つまり AI が人間を超える時代の麓に立っていると語り、 AGI、 つまり人間並みのあらゆる知的作業をこなせる AI の到来時期を4年以内、つまり2029年と公式に前倒ししたという事実です。2つ目は同じ日にメタの主任 AI 科学者だったルカン氏が新会社 AMI ラボから、今の AI は知性ではない、言葉の AI は物理世界に手も足も出ないと真っ向から反論し、業界が真っ二つに割れたという構図です。3つ目はこの対立は皆さん管理職にとって明日からの部下マネジメントと中期の事業計画に直接効いてくるという見立てです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章でハサビス氏の AGI2029 発言の中身を、2つ目の章でルカン氏の反論の中身を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部会対一の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは一つ目の章に入ります。結論からお伝えします。ハサビス氏は5月26日に米国メディアのアクシオスの単独取材で、私たちはシンギュラリティの麓に立っている、 AGI は4年以内、つまり2029年に到来する可能性が高いと語り、これまで10年から20年と言われていた AGI 到来時期を一気に前倒ししました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は発言者の重みです。ハサビス氏は囲碁で人間のチャンピオンを倒したアルファゴやタンパク質の構造を解き明かしたアルファフォールドでノーベル賞を受賞した世界で最も信頼されている AI 研究者の一人です。理由の2つ目は発言の意図です。ハサビス氏は同じインタビューで、私は意図的に挑発的に語った政府、経済学者、一般市民にもっと緊急性を持ってもらいたいからだと自認しています。理由の3つ目は Google が AGI を中期経営計画の前提にし始めたという事業判断です。ディープマインドのトップが公式メディアで4年以内ということは、 Google が経営として2029年までに人間並み AI で何ができるかを商品化の出口に据え始めたという重大な転換点を示しています。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。4年というのは皆さんの会社で言えば中期経営計画の1サイクルとほぼ同じ期間です。今期からの中期計画を組むときに4年後には AI が人間並みの知的作業をこなす可能性があるを前提に置くかどうかで、皆さんの部署の人員計画や育成計画は根本から変わってきます。これが他人事ではないというのが押さえどころです。ここで一つ目の章の結論を再確認します。ハサビス氏の AGI2029 発言は、世界で最も信頼されている AI 研究者の一人が意図的に挑発的に Google の事業計画と整合する形で AGI 到来時期を前倒したという重い発言です。発言者、意図、事業判断、この3つから業界全体の前提が動き始めています。皆さんの会社の中期計画の議論にも半年以内に必ず降りてきます。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。同じ日にヤン・ルカン氏が新会社 AMI ラボを率いて、今の AI は知性ではない、言葉の AI は物理世界に手も足も出ないと真っ向から反論し、業界トップ2が真っ二つに割れたという大きなニュースです。なぜルカン氏の反論が重いのか、理由は3つです。理由の1つ目は
ルカン氏もハサビス氏と並ぶ AI 業界の伝説的存在で、深層学習という現在の AI の土台を作ったノーベル賞級の研究者だからです。理由の2つ目は、ルカン氏が新会社 AMI ラボに約5000億円の投資を集め、言葉の AI ではなく世界モデル、つまり AI が物理世界の動きを理解するための新しい仕組みに研究を全振りしたという事業判断の重みです。理由の3つ目は、ルカン氏の主張が現場で働く45、54歳サラリーマンの皆さんの直感、AI に任せられる仕事と人間が責任を持つべき仕事は別物だという直感に最も近いからです。身近な例で考えてみましょう。皆さんが毎日やっている仕事のうち、取引先との電話、現場での目視点検、部下の表情を見て今日はちょっと元気がないなと気づくこと、これらはルカン氏が言う物理世界の理解が必要な仕事です。言葉の AI は議事録を書いたり報告書をまとめたりは得意です。しかし現場の機械の異音、客先での空気感、部下の機微、これらをすべて AI が代わりにできるようになるとはルカン氏は考えていません。ここで2つ目の章の結論を再確認します。業界トップ2が真っ二つに割れたというのが今の AI の現在地です。AI で仕事がなくなるも AI は大したことないも、両方とも極端で、現実はその中間にあるという見立てが必要です。皆さんが部下や上司に説明するときは、この真っ二つを冷静に伝えることが一番信頼される態度になります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。この大論争は、皆さん管理職に4年後に AGI が来る前提で動くのか、来ない前提で動くのか、両方の準備をするのかという中期の事業判断を迫ってきます。理由は3つです。1つ目は、皆さんの会社の経営陣も新聞でこのニュースを目にしており、必ずうちはどう備えるかを半年以内に議題にするという事業判断のスピード上の理由です。2つ目は、皆さんの部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見ており、自分の仕事は4年後に残るのかを不安に思い始めているというマネジメント上の理由です。3つ目は、新卒採用と中途採用の判断、研修プログラムの組み替え、人事評価軸の見直しなど人事判断にも直接効いてくるという人事構造上の理由です。例えば皆さんの部署が5年後を見据えた人材育成計画を作る場面を想像してみてください。4年後に AGI が来る前提なら、提携業務を担当する若手をどう減らし、判断と対人スキルを持つ中堅をどう増やすかという大胆な組み替えがいります。来ない前提なら、これまで通り提携業務の効率化と若手の経験済みを地道に進めればよいという穏当な判断になります。皆さんはこの両方を念頭に置き、もし AGI が来た場合のプラン B、来なかった場合のプラン A の2本立てを半年以内に上司に提案する必要があります。ここで3つ目の章の結論を再確認します。業界トップ2の大論争は、皆さんの会社の中期計画と人事判断に半年以内に必ず降りてきます。AGI が来る来ないの両方の前提で、皆さんの部署のプラン A とプラン B を今のうちから準備しておきましょう。これができる管理職とできない管理職で、半年後の社内評価が大きく変わります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での不安解消の2つです。この2つを今週中にやっておけば、半年後の社内議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は、上司も新聞でこの大論争を読んでおり、頭の中でうちはどう備えるを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は、部下もスマートフォン通知でこのニュースを見て、自分の仕事は4年後に残るのかと不安を抱え始めており、
3つ目は人事部門が研修や採用方針の見直しに着手し始めるため、今日動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。先週5月26日に Google ディープマインドのハサビス氏が AGI 到来時期を2029年に前倒すと発表しました。同じ日にメタのルカン氏が真っ向から反論しました。当部署として AGI が来た場合と来なかった場合のプラン A、プラン B の2本立てを今月から検討に入りたいと思います。ここまで言えれば皆さんは立派な中期計画の前歯書きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。こうです。ハサビス氏は AGI が4年で来ると言い、ルカン氏は来ないと言っている。どちらが正しいかはまだ誰にもわからない。だから当部署では両方の前提で準備する君の仕事を取り上げる話ではなく、君がより付加価値の高い仕事に時間を使えるように今のうちから役割を組み替える話だ。ここまで言えれば部下の不安を取り除きつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。1つ目、Google ディープマインドのハサビス氏が AGI 到来時期を2029年に前倒すと公式に発言しました。2つ目、同じ日にメタのルカン氏が今の AI は知性ではない、真っ向から反論し、業界トップ2が真っ二つに割れました。3つ目、皆さんの会社の中期計画と部下マネジメントに半年以内に必ず降りてきますので、プラン A とプラン B の2本立てを今のうちから準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。